12偉大な愛。ガリラヤの平原は見渡す限り青い海のようにトウキビが植えられていた。高原地帯はブドウ畑とオリーブ畑で有名であった。3日目の朝になっても2人はガリラヤから立ち去る気配を見せなかった。会うは別れの始めなりとはイエスが前に別のヨハネに言った言葉である。風が冷たかったので2人はくぼんでいるところに入ってしばらく身を潜めていた。ヨハネはイエスに頼んでいった。私は十分に話しましたからどうかお話しください。私は聞き手に回りたいのです。私はただ過去のことをお話ししただけですよ。私はとても嬉しかったのです。それに慰められました。ヨハネは草の葉を一枚ちぎってからイエスに示しながら言った。あなたのお言葉には澄み切った真理の響きがあるのです。神秘的というか、この一片の葉っぱでさえもその背後に働いている神秘性を感じさせるのです。ですからもっとお話を続けてほしいのです。そうでしたか。イエスは指で木の茂ったところを指しながら語り始めた。この地方での体験から私は一つの偶話、例え話を思いついたのです。その話は争う王様の話とでも名付けておきましょう。今も言いましたように、私はあの山の中で2日間もすごい連中と一緒に過ごしたことがあるのです。彼らは祖国を侵入者から救い出すためには死をも厭わぬ人々でした。酒税人や脱獄衆もいれば善男善女もおりました。驚いたことに職人や子供たちまでも加わっていたのです。そこで私の例え話を聞いてください。ある王様が上等のブドウ酒を手に入れようとして軍隊を引き連れてある国を襲ったが、戦いに敗れてしまった。ブドウ畑を持っている国は大変立腹し、侵略した国に毎年貢ぎ物を納めるように強要した。そのために負けた国民は飢えに苦しみ、ひどい仕打ちを憎むようになった。そこで彼らは密かに武器を作り、攻撃を加える機会を伺っていた。彼らはついにブドウ畑の国に攻め入り、老若男女を問わず、剣にかけて恨みを晴らすことができた。しかしブドウ畑は荒廃し、多くの人々は飢えと悲しみのどん底に突き落とされてしまった。指導者たちは互いに相手の国を滅ぼす機会を伺い、両国民は復讐心を燃やし、死の影が全体を覆っていた。そこに一人の預言者が東方からやってきた。彼は神の名においてここに使わされたことを伝えた。彼は神の子であると宣言した。おのおのの王はこの預言者にすがって自分に味方するように懇願した。しかしこの預言者は妙なことを言い出した。剣を持って立つ者は剣にて滅びるとか、利己を抑えなければ霊は滅びてしまうなどということを言った。預言者は荒廃しきった国土をよく見るように言った。おのおのの王はこの土地が少し前まではふんだんにブドウとオリーブがなっていたことを思い出した。あまりの荒廃ぶりに驚いて彼らは涙を流し、これからどうしたらよいかと尋ねた。預言者は答えた。お互いに愛し合いなさい。これがあなた方に与える新しい戒めである。意表をつくような言葉ではあったが、二人の王はこの戒めに従った。次第に死の影は薄らいだ。喜びがあふれるようになってきた。それでこの預言者は、この国々のうちに住み、王たちの相談相手となった。それで彼は、平和の王子と呼ばれるようになった。土地には再びブドウとオリーブが植えられた。時が経つにつれて、王たちは栄え、金銀といった財宝はもちろんのこと、穀物、ブドウ酒、オリーブ油を蓄える倉庫がいくつも建てられた。王たちは灌漑を敷設し、多くの家畜小屋を作った。お互いに戦争をしていた頃は、多くの者は飢え死にしたが、今は豊かになって、飢えというものを知らなくなっていた。略奪や暴力は過去の思い出になっていた。天国の平和が地上にあふれていた。時は移り変わり、王は息子の代になった。彼らは戦争の残酷なことは知らず、国民の悲惨な嘆きも想像すらできなかった。それで密かに武器を作り始めたので、かの平和の王子が彼らのおごり高ぶった気持ちをたしなめ、剣を鞘に収めて平和を大切にするように忠告した。忠告された王は腹を立て、この預言者を国民の裏切り者という名目のもとに死刑に処してしまった。
そして再び戦争を始め、多くの国民は飢えと悲しみのどん底に突き落とされてしまったのである。私が今話した寓話のように、事態は最初の時よりも一層悪くなってしまったのです。この物語の結末をどうしたらよいと思いますか？ヨハネはすかさず言った。私たちイスラエルの歴代の王もそうでしたね。列王記や歴代史に詳しく記されているように、何百年もの間、イスラエルは他国の侵略に悩まされてきました。ペリシテ、アッシリア、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマは、すべて戦いを挑み征服し、肥沃な土地を荒らし、多くの若者を殺してしまいました。イエスは言った。その通りです。でも私が話した平和の王子はまだ現れません。貪欲な王の手から救い出す神の子がまだ来ないのです。そこで私はとても大切な結末を伝えたいのです。平和の王子が自ら同胞のために命を捨てるのです。おおよそ同胞のため、自分の命を捨てる以上に偉大な愛はありません。人々は何のために預言者が自分の命を差し出したのかを知るでしょう。みんなはこの預言者の偉大な愛に感動し、貪欲な王を追放し、持っていた剣を隙に変え、各々の働きに戻っていくでしょう。そして神の子は最後に、私の平安がいつまでもあなた方のうちにありますように、と祝福するのです。長い間沈黙が流れた。ヨハネは言った。ああ、なんて素晴らしい結末でしょう。でもそれは寓話の中でのことでしょうね。もちろんです。でも今日の話は明日実現するかもしれないのです。歴史書には多くの素晴らしい預言者のことが記されておりますが、ことごとく平和をもたらすことができませんでしたね。イエスは言った。あなたにとってはただの話であったかもしれませんね。イエスはしばらくの間うつむいていたが、再び元気に言った。どの時代でも王は貪欲で戦いを好み、預言者を殺してきましたね。でもこの平和の王子は必ず死に際に選ばれた人々に天国を残していくでしょう。時代がどのように変わり、戦争があろうとなかろうと、彼と共にあるものはいつも平安のうちにとどまるでありましょう。そのためにこそこの預言者は自分の命を捨てたのですからね。